彼の名は中二君。今回は未来都市とも呼ばれるシンガポールを訪れる。飛行機は夜遅くに到着したので、空港で一晩を明かすというバックパッカーのデフォルトイベントが発生。寝床はこの硬くてカラフルな椅子に決まりだが、座り心地は未来ではなく石器時代。寝心地はもちろん過去最低レベルのワースト入りで、これは未来都市の試練か。ほとんど寝れなかったが、こういう旅も悪くはないと自分に言い聞かせる。フライト到着後でも使える空港ラウンジで腹ごしらえを行う。無料飯への執念は一流だ。さすがはシンガポール。空港のラウンジも洗練されていて、中二君の目は早くも輝き始める。近年のシンガポールの物価は日本の物価を軽く追い越しており、ただ飯の価値はインフレ知らず。ラウンジは食べ物の種類も豊富で、腹ペコの中二君はもう我慢の限界。未来は胃袋に詰め込むものだ。ドリンクとデザートも豊富で、海外ではあまり見ないプリンまでもあるとはシンガポール恐るべし。オーブンまで完備されているので、パンを温めて食べるという贅沢。これが未来のパン生活か。爆食ハイカロリー朝食セットが完了。ラウンジの椅子も若干へこんだ気がする。このラウンジはなんと軽食の他にメイン料理が1品オーダー可能という太っ腹仕様。シンガポール料理のラクサを注文。未来のカップラーメンと感動する中二君。充電も完了し、着々と準備は整う。まるで最強装備を整えた RPG の主人公のようだ。空港に別れを告げ、いよいよシンガポール観光の始まりだが、未来都市にしては湿度が高すぎる。街の中心は東京のように高層ビルが立ち並び、これが未来のジャングルかと錯覚する。ホステルは綺麗で立地もよし。未来都市の宿にしては意外と普通だったと中二君は思う。荷物を置いてホステルで出会ったオーストリア人と街ぶら開始。目指していたわけではなかったが、偶然にもマーライオンの場所にたどり着くという観光あるあるが発動。天候もよく観光スポットだけあって人であふれているが、マーライオンはただ無表情で吐き続けている。
11月ではあるが気温は30度近くあり、コンビニでお茶を買ったら水より値段が高く、思わず未来都市の罠と叫ぶ。シンガポールの夜の顔は昼とはまた違い、ライトアップにより一層未来感が増す。ホーカーセンターというローカルフード天国に向かう。ここで未来を味覚で堪能する作戦だ。オリーブチャーハンを注文。地味だが確実にマイウーと言わせるクオリティ。昼も訪れたが夜も同じ場所を訪れ、マーライオン君の永遠の王都にリスペクトを捧げる。君のお水を飲んであげよう。お楽しみの夕飯タイムだ。安全な国なだけに危険は微塵にも感じないが、先進国価格の食事は財布にダメージを与える。軍内。まさかシンガポールでトコジラミに出くわすとは思わなかったが、未来都市にも穴はある。それも3匹程度現れたが、幸いにも噛まれることはなかったので、勝者の気分を味わう中二君。恐怖に打ち勝った朝食は奇妙な達成感をもたらし、これが未来のスリルだと自分に言い聞かせる。汚ねえタバコのゴミだ。今日は電車で少し遠出してブキティマ自然保護区に向かうが、未来の雨にはかなわない。電車を降りた瞬間に雨に見舞われ、未来の天気予報はどこに行ったとつぶやく。完全に雨が止んだわけではないが、時間は有限なので強制決行。これが中二君流の未来戦略だ。トレッキングスポットのようなので果敢に挑戦するが、途中で挫折。観光終わりは空港のラウンジを再び訪れ、未来都市の旅を締めくくる。こうして中二君のシンガポールの旅は終わった。最後にシンガポールでの費用総額を公開。
外食は全体的に日本より高く、平均年収400万円台の日本人にとっては辛い現実だ。この映像にあるように、バクテーといった豚肉を煮込んだ料理がシンガポールでは有名だ。なかなか胡椒の効いたパンチのある料理なのでお試しあれ。宿泊費は最安のホテルでも3000円に近い価格となる。綺麗な施設にもかかわらずトコジラミに遭遇したのは予想外ではあったが、スタッフに申し出ると2泊目はすぐに部屋とベッドを変えてくれて、誠意のある対応を見せてくれた。シンガポールに到着した初日とインドネシアに向かう飛行機が早朝だったため、空港での宿泊を利用したため、宿泊はこの2泊のみとなっている。続いて交通費。実はマレーシアから一時帰国していたので、飛行機代はマレーシアからではなく日本からとなっている。現地での交通手段は電車が主で、街全体を電車が走っているので何不自由はなかった。さらにクレジットカードが使えるので、滞在中は現金は一度も使わずに済んだ。交通に関して困ることはほぼないと言っても過言ではないだろう。物価が高くコンパクトな街ではあるが、日本同様に治安が非常に良く、最先端の都市を感じることができるので、安定を好む人たちにとってはいい旅行先になること間違いなし。それではまた会おう諸君。